はい、こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、インベンター 3D の操作方法や機械設計についてお話しさせていただいています。今日はね、機械設計の動力の計算ということでお話ししていきたいと思います。アクチュエーターの出力を計算する方法を説明していきます。アクチュエーターってね、何かというと、機械を動かす大元の動力ですね。モーターだったり、油圧ジャッキだったりね。そういうものの出力をまず計算しないといけないんですけども、その計算方法についてお話ししていきます。以前の動画でね、お話ししています、機械設計の仕事5つに分かれるというお話をしてるんですけども、これの4番ですね、今日は。この4番の基本設計ができる人、使用決定ができる技術計算ができる人、このレベルのお話をしていきます。このね、以前に仕事の種類とレベルを紹介した動画があるんですけども、この詳しい内容を知りたい方は右上にカードが出てきますので、そちらを参照してみてください。今日はこういう題材を用意しました。重さ 70kg のものを持ち上げる昇降台ですね。これを設計してくださいというお話ですね。この題材はね、実は去年私のところに実際に来た仕事ですね。お客様からご連絡いただきまして、重さ 70kg ある装置ですね。これを 200mm ほど上昇させたいと。設計条件は右側の赤い文字のとこですね。防水にしてくださいと。水をかけて洗うので防水にしてください。ストロークは 200mm です。で、製品 70kg のものを持ち上げたいと。アクチュエーターはモーターを使ってくださいね。これだけなんですね。それを設計して見積もりを出してほしい。こういう依頼があったんですね。これをそのままね、題材にしていきたいと思います。皆さんこういう案件が来た時に何から手をつけられますかということですね。これまず決めないといけないのは、モーターの出力、動力なんですね。大元のモーターの出力を決めないと何も決まらないんですね。それをまず決めないといけません。今日はそのね、計算の仕方をお話ししていきます。はい、まずは動力計算ということで、先ほどの条件からね、動力を計算していきます。で、まず動力とはということで、動力のお話をしていきたいんですけども、これ私試しにね、ちょっとネットで検索してみたんですけど、動力とはというキーワードで検索すると、ほとんど電気の話が出てくるんですね。で、動力っていうのは、電気もエネルギーですから、確かに、動力なんですけども、ここの機械のね、動力っていうのは、電気の話ではなくて、動力っていうのは、モーターとかで何ワット何ワットって言うと思うんですけど、これは何かっていうと、仕事率なんですね。じゃあ仕事率って何かというと、1秒あたりにする仕事のことを仕事率と言いますね。じゃあ仕事って何かというと、重さかける動いた距離。これが仕事なんですね。これを理解してたら、あとは計算するだけなんですね。この題材の絵に戻りまして、重さ 70kg のものを 200mm 上げてほしいというのがお客様の要求なので、これを達成するために必要な仕事と仕事率を計算していきます。まず仕事の計算なんですけども、重さ 70kg ですね。で、距離が 200mm なので、このような式になりますね。70kg×9.8。これはニュートンに直してるだけですね。1kg 重が 9.8 ニュートンなので 9.8 倍します。で、200ミリストロークなので、単位はメーターに合わすので 0.2 メーターということで計算すると 137.2 ニュートンメーターと。これが仕事ですね。この70キロの重さのものを持ち上げるのに必要な仕事は 137.2 ニュートンメーターと。で、次、仕事率ですね。はい。仕事率は先ほど出した仕事 137.2 ニュートンメーター。これを何秒で完了させますかということですね。で、何秒で 200mm 持ち上げようと考えたときに、特にお客様から指定がなかったので、私は10秒で設定しました。1秒間に約 20mm ですね。そうすると仕事率の計算はどうなるかと言いますと、137.2、これが仕事でしたね。
を10秒で割って13.72 ニュートンメーター毎秒ということになります。ニュートンメーター毎秒っていうのがそのままワットっていう単位に等しいので 13.72 ワットが必要ですよ。これで出力が計算できましたね。はい、これで分かったのは70キロの重さのものを200ミリ持ち上げる10秒間かかった場合におおよそ14ワットの動力が必要だということが分かります。非常に簡単ですよね。掛け算して時間で割るだけなのでね。全然難しくないと思います。はい。では、モーターの出力は14ワットでいいのかということですね。13.72 ワットと出たので、14ワットのモーターを用意すれば、機械は持ち上がるのかというと、そうではなくて、機械には伝達効率というのがあるんですね。この図のように、この荷物を持ち上げるのに、いろいろな機構が必要ですよね。モーターを減速したり、持ち上げる機構、いろいろ方法はあると思うんですが、その状況に合わせてそれを選んでいくんですけども、何にせよ、機械の摩擦が発生するわけですね。例えば、送りネジで上昇させるにしても、ネジとナットの摩擦があります。減速機は減速機で摩擦があって、グリスが入っているので、グリスの粘性がね、抵抗になるわけですね。で、その抵抗が、モーターから入力されたエネルギーが、先ほど言った摩擦で奪われて、荷物まで到達するわけで、その差を伝達効率っていうんですね。例えば、この図で言うと、モーターが100というエネルギーを入力しても、減速機とか昇降機構で 30% 奪われましたと。そうすると、荷物を持ち上げるエネルギーは70と。こういうことになるんですね。これが伝達効率ということです。はい。では、摩擦のあるところの伝達効率はどれぐらいなのかというのを調べてみました。はい。今回使うモーターはオリエンタルモーターのギアヘッド付きのモーターを使いました。モーターに減速機が付いているわけですけども、それの減速機の伝達効率というのがちゃんとモーターのメーカーのページに載ってるんですね。で、今回採用しようとしたモーターの減速機の効率は 73% と書いてありました。だから 27% ギアヘッドで奪われるっていうことですね。これがまず伝達効率の損失、機械損失の一つ目ですね。この資料のリンクを概要欄に貼っておきますので、よろしければ参考に見てみてください。はい、次はウォーム減速機の効率ですね。モーターについている減速機プラスウォーム減速機を今回は採用しています。ウォーム減速機はね、セルフロックという機能があって安全機能を果たしますので、今回はウォーム減速機もプラスして採用しています。モーターが1800回転でモーターの減速機が100分の1を採用しているので、ウォーム減速機に入力される回転数は18回転ですね。で、この下の表が小原歯車の技術資料より抜粋しています。で、ウォームの回転数ね、先ほど18回転と言ったので、一番左の100回転のところを参照すればいいと思いますね。で、おおよそ見てると効率が 35% から 42% になってるので、おおよそ 40% ということになりますね。はい、減速機とウォーム減速機、両方の伝達効率が分かりましたので、そこからモーターの出力を計算してみましょう。はい。一番最初に荷物を持ち上げるのに必要な動力は 13.72 ワットだと計算しました。摩擦によって奪われる伝達効率というのがあるので、それを加味して計算していきます。で、13.72 ワットに、まずギアヘッドの伝達効率 0.73 ですね。で、さらにウォームギアの伝達効率 0.4。を加味して計算すると必要なモーター出力は 47W になりますね。13.72 割る 0.73 割る 0.4 で 47W が必要だということになります。で、この結果からね、50W のモーターを用意すればいいんだということになるんですけども、ここでさらにね、安全率を加味した方がいいですね。なぜかというと、計算値というのはあくまで理論値であって、実際と多少の誤差があるんですね。ですから必ず安全率をいくつか見て、それを盛り込むというのが通常のやり方です。
例えば部屋の温度が低い時はグリスはネバネバして硬いですしね。減速器の摩擦以外にもオイルシールの摩擦であるとか、軸受けのベアリングの摩擦であるとか、そのあたりも必要になってきますね。で、この 47W に安全率2をかけて 94W。そうすると採用するモーターの出力は 100W あればいいなという結果になりますね。で、先ほど言ったように伝達効率が多少前後して計算が狂ってたとしても2倍の安全率があるので2倍は狂わないと思いますね。ですから安全率2を取って 100W のモーターがあれば十分動くでしょう。こういう風にしてモーターの出力を決めていきます。はい、今日のまとめですね。モーターの出力は重さ、距離、時間で簡単に計算できます。で、重さはニュートンに換算、距離はメーターに換算、時間は秒で計算します。で、重さニュートン×距離メーターを時間で割ったら、単位はニュートンメーター毎秒ですね。これがそのままワットということになります。で、ワットは何だったかというと仕事率ですね。単位時間あたりにどれだけの仕事をするかということですね。で、先ほど示した資料のモーター減速器の伝達効率はおおよそ 70% ですね。ウォームギアの伝達効率はおおよそ 50% と。これを頭に入れておくと、どんなね、減速器が来ても、だいたいおおよその計算はこの 70%、50% で計算できますので、ざくっと計算するときはね、この70と50という伝達効率を頭に入れておくといいと思います。実際にはね、回転数とか、ギアの種類によってね、ある程度変わってくるんですけどもね、おおよそこういうふうに覚えておくといいと思います。モーター減速器はね、この表を見る限り、だいたい 80% から 60% ぐらいですかね。一番低いので 59%。なので、間を取って 70% と見てるのがいいと思いますね。で、ウォーム減速器については、一番低いので 35%。一番高いので 67% ぐらいですね。まあ、これもちょっと悪い目に見て 40% と見ておけば間違いないと思います。この2つの資料はね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ参考に見てください。はい、今日は動力の計算の仕方についてお話ししました。ぜひ皆さんね、こういう白紙の状態から機械を考えないといけない案件が来た場合にはね、まずモーターの出力を決める計算をしてみてはいかがでしょうか。はい、今日はモーターの出力、動力の計算の仕方についてお話ししました。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お気に召されましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。